2020年6月16日から30日までのサソリ座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。6月16日から30日までのサソリ座さんのリーディングを行います。まずこちらにタワーと、そしてサソリ座さんのリーディングでサソリ座新月のカード、恐れを克服するというメッセージのカードが出ております。このタワーというと、1月のリーディングで2回連続出ていたんですね。ですので、最近のずっとサソリ座さんのテーマだったトラブルを解決していくっていう、そのトラブルっていうのが1月に起こったっていうことだった場合、特になんですけれども、それと最終決戦っていう感じなんですよね。例えば、このタワーが出ているっていうことで、もう二度と顔を見たくなかったっていうような、あなたを裏切ったような相手と直接対決しなきゃいけないような。でもそれは最終決戦なんですね。ここで戦って乗り越えれば、あなたには幸せが待っている。それ宿命ですっていうふうに言われていると思いますので、ぜひこの恐れを克服して、この最終決戦戦い抜いていただきたいなと思いました。そしてこのさそり座新月のカードなんですけれども、ちょっと嫌な話なんですけれども、このカードデッキでは、死と再生っていうことを意味するんですね。その先ほど申し上げたような、そういう過去のトラブルとの最終決戦っていう意味では、とても良い方向に、しかもさそり座さんのカードですので、それを終わらせて再出発するっていう意味で、とても良い組み合わせだと思うんですけれども、そういうトラブルがなかった人にとっては、ちょっと嫌な組み合わせになるんですね。こちらにカップの3が出てるんですけれども、このルノワールの絵のように、人が密集するような、そういうような人混みには絶対行かないでください。これは国や地域によって違うと思うんですけれども、この期間、こういう人が密集するようなことっていうのを、もう解禁されているようなところであったとしても、あと、こういう場にお呼ばれしたとしても、絶対行かないでください。それはこういうパーティーのような場所だけではなくって、あらゆる人混みですね。それはこういう感染リスクっていうのもあるんですけれども、何か事件事故に巻き込まれる可能性も高いので、ぜひこの時はこういう人混みは絶対に避けていただきたいなと思います。そしてこのタワーなんですけれども、6月のこの時期っていうのがやっぱりどの企業も四半期の決算の時期になって、こういう嫌なニュースっていうのが増えてくると思うんですが、例えばお給料が下がるとか、ボーナスが下がる、もしくはなくなるとか、最悪
この会社がなくなるとか、そういう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。でも今回、このカップの2と3が出ている違うカードデッキなんですけれども、この連続して出ているっていうのと、この蠍座の新月のカードが蠍座さんのリーディングで出ているっていうので、とても力強いんですよね。このメンタルが強いんですね。これぐらいじゃ負けないっていうような感じ。ですので、例えばここで収入が減っていったとしても、何か自力で別の収入を得ているような感じなんですね。それは前回のリーディングでも申し上げたんですが、これだけお金が足りない、これだけないとローンが支払えないっていうようなことになった場合、その金額を貸してくれる人、無利子で貸してくれるような人が現れてくるとか、あと必要な金額の分の宝くじが当たるとか、あとこのカードの並びから言っても、あとさそり座さんっていうことを思っても、アーティストの人がいるのかなっていう感じなんですね。それでご自身の作品が売れて、それで必要な分のお金を得られるとか、何かそういうトラブルがあっても、自力で解決していく。しかもその自力っていうのも、いろんな見えない力に応援されて、それで解決していくっていう感じなんですね。このカップの2と3が出ているっていうことで、何かお仕事を探したいっていう場合でも、そのご自身の希望に沿ったようなお仕事に巡り合えるとか、あと、とてもいい人脈を築けるっていう感じなんですね。そのご自身のクリエイティビティだったり、ご自身のお人柄っていうのもあると思うんですけれども、そういったもので、このピンチをチャンスに変えていっているっていう姿に映ります。そしてこちらのカップの3の言葉がサー JM バディの言葉で直訳いたしますと、周りの人の人生に光をもたらす人は、必ず自分自身の人生にも光をもたらすという言葉です。何かこのあなたが誰かに光を与えているからこそ、このあなたはこの恵みを受け取れているっていう感じなんですね。ですので、こちらにクリエイティブブロックスっていうカードが出てますけれども、例えば何か作品を生み出すような、何かクリエイティブなことをされている、それは趣味でもお仕事でもそうなんですけれども、そういった方でちょっと行き詰まっているっていうような場合は、こちらにタワーとさそり座新月のカードが出てますけれども、一回全部壊してくださいって言われてるんですね。何かゼロからやり直した方がいいものできますよっていうふうに言われていると思います。それはある方にとっては、全く作風を変えるっていうことをお勧めされてるっていうふうにも受け取れますし、あとは今までやっていたような何かひな形のようなものを使うんじゃなくって、真っ白なところから始めるっていうのをとてもお勧めされてるんじゃないかなと思いますので、これは一部の方だと思いますけれども、ぜひ参考にしてみてください。それで、このあなたの作り出したものっていうものが、誰かに光を与えて、あなたにも光を与える。だからこそ収入になるっていうふうに言われてるんですね。そして、このタワーの出来事を乗り越えて、これからあなたの生活は安定していくっていうふうに言われてるんですね。こういう過去との出来事との直接対決をする人もいれば、この時にこういう経済的な基盤が揺らぐような、そういう出来事に直面するっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、それはこのあなたが自分の光で周りを照らして、そしてその光で自分も照らすという、そういう宿命のような出来事に導かれていっているっていうふうにも取れるんですね。今渦中にいる人にとっては、
なかなか見えないと思うんですけれども、この時の出来事を振り返ると、この出来事があったからこそ、私はこの光を世に放てたっていうような、こういう宿命を感じるような期間になるんじゃないかなと思いました。この光というのは、あなたに豊かさをもたらす、出会いをもたらす、愛情をもたらす、お金をもたらす、そういう光だと思いますので、このあなたが光を放つからこそ、見えない力も応援してくれるし、見える力も応援してくれるんですね。ですので、この期間、ちょっと大変なことが起きるかもしれないですけれども、ぜひ恐れずに向かい合って克服していっていただきたいなと思いました。それでは6月16日から30日までのさそり座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。